ようございます。トコママ情報局です。はい、立山2日目の朝を迎えました。今時刻は午前4時です。空がね、明るくなってきまして、はい、これから登る立山の頂上もはっきりと見えています。山小屋でのね一泊、とってもね充実していました。ただね、登る前の日っていつもちょっと興奮して、楽しみすぎてなんかねやっぱり眠れなくって、もうちょっとね睡眠不足が心配なんですけれども、今のところね、体調の方はバッチリです。で、6時からのね本当は朝ごはんをこの三栗ヶ丘温泉でね食べてから出発する予定だったんですが、今日はねお天気が早めに崩れてきそうということなので、当初の予定をちょっと繰り上げて4時の出発、朝ごはんはね諦めることにしました。食べたかったんですけどね。はい、ということで、今日は、今見えているその立山の雄山の頂上に鎮座する雄山神社の登拝、これがもう一番の目的ですので、ここに頑張って登ってこようと思います。自分の足で3000メートルを超える山の頂上に登るのは、大学時代に登った富士山以来ですので、ちょっとね体力的にも心配なところはあるんですけれども、頑張りたいと思います。だいたいね、その天気の様子にもよるんですけれども、天気と体力があれば雄山から大南寺山、そして富士の折り立てまで縦走して、でまたねちょっと戻ってくるか、ちょっともう天気が崩れそうだなっていう時にはもう雄山の頂上まで行って、すぐにね降りてこようかなと思っています。その時の状況でね考えたいと思います。はい、それでは行ってきます。まもなく日の出ですね。気持ちいい、本当に。三栗ヶ池温泉、いい宿でした。いや、また来たいな。今度来たらまた泊まりたいです。宿泊の分の荷物は今コインロッカーに預けまして、これから、登っていくんですけれども、この室堂にある立山玉殿の湧水、ここでね水を汲んでいこうと思います。立山開山の伝説の舞台である立山玉殿、霊験新たかな玉殿にちなんだ名の湧水は雄山直下の湧水で、標高2450メートルという高地の湧水というのは国内でも例がない貴重なものです。多くの登山者や観光客もここでありがたくその名水を汲んでいきます。私も準備万端。その前に立山について少しお話ししておきます。立山は日本の飛騨山脈北部立山連峰の主峰ですが、立山という単独の山ではなく、雄山、大南寺山、富士の折り立ての3つの峰を合わせて立山と呼ばれています。日本三霊山にも数えられている立山雄山山頂には雄山神社峰本社があり、立山そのものがご神体として古くから信仰されてきました。昔は女人禁制だった立山に登らせていただくこと、ありがたい気持ちと信仰を尊ぶ気持ちを持って登拝させていただきます。早朝の室堂は人の姿もほとんどなく、鳥の声と自分の歩く音だけが響き渡ります。朝日が次第に室堂を照らし始めます。
しばらく石畳の道を進んでいくと、やがて雪景エリアに突入です。ここからは雪がまだ溶けてない雪景です。一応チェーンスパイクは持ってきたんですが、室堂の人の話によると、登山靴で行けるんじゃないかって、あの辺ぐらいまでなんでね、前の人の足跡もチェーンスパイクとか以前の感じじゃないので、このまま行けそうです。でもこのサクサクした感じが嬉しい。雪景の上を歩くのが一つの憧れだったので、今その夢が叶ってます。嬉しい。でもやっぱり歩きにくいです。滑らないように慎重に歩きます。この時間、今もう、5時近いんですけれども、まだバスとかが室堂に到着してないので、下から来る登山者の方は全然いなくって、本当周り誰も人がいない登山道独り占めっていう、すごく贅沢な今登山になってます。やっぱり夏の立山はすごく人気なので、もう大渋滞っていう話をね聞いているんですけれども、この早朝、多分自分のペースでねゆっくり登れそうですね。やっぱり上で泊まってよかった。朝早い時間もやっぱりいいですね。空気も澄んでる。朝早くなくても空気はもう一年中澄んでるのかな。室堂山荘が見えてます。山頂はまだガスに覆われてますね。ずっとガスがかかったままだとやだな。ここは滑ってったら大変なことになりますね。奈落の底、なるべく端っこ歩かないようにね、皆さんの踏み跡をたどって慎重に歩いていきます。やっぱり空気の薄さを感じますね。足とかは全然疲れないんですけど、なんかもう大きく深呼吸しながらじゃないと結構苦しいなって感じるような、すぐに息が上がって、酸素いっぱい取り込まなきゃっていう、そんな感じです。いけるかな。まだ一の越まではねそれほど苦しくないはずなんですけど、結構息上がってます。で一の越からもう急登になるので、いけるかな。すごい水の流れがこの雪の下を通ってるってことですよね。すごい。そりゃ湧き水も湧き出ますね。よいしょ。さあもうちょっとだ、頑張ろう。
崖はもうここまでかな。あとはこの石の道のちょっと急な登りになってます。祠があります。荒江戸社。修験者がこの場所で身を清めて山に登ったと伝えられています。一の越に到着しました。2700メートルなんだ。一の越です。ちょっとね、ガスがかかってきてます。ちょっとね、ここで休憩しようかなと思います。やっぱり風がちょっとありますね。おはようございます。すごい。左が滝が見えてる。いやー、よかったです。早めに上がってきて。でもすぐ見えなくなっちゃった。いや、一瞬でも見れてよかったです。嬉しい。槍ヶ岳が見える。そうですよ。嬉しい。北アルプスの山脈の中でひときわツンと尖ったピーク。きっとあの頂上にも今まさに立っている人がいて、あれが立山と言ってこちらを見ている人がいるんだろうなと思うと、なんだか感激もひとしおです。朝ごはん食べます。富山ブラック枝豆どら焼き。宿で朝ごはんを食べずに出てきたのでお腹ペコペコでした。槍ヶ岳をはじめとする北アルプスの山々を眺めながら朝ごはんを食べられるなんて贅沢。一の越で、朝ごはんのどら焼きも食べてトイレ休憩もしたので、頂上に向けて出発します。いやでもね、ちょっとガスがふわーっと上がってきました。そう、小山はいつもここにある。なんかいいですね。さあ、ここからは結構急な登りになります。頑張る。晴れてるうちになんとか登りたい。やっぱりここまで来ると風が冷たい。寒い。急な山場が続いてます。一の越がもう案内した。よし、頑張る。どうか無事登れますように。結構岩も濡れてて滑りやすいので注意しないと。急な登りに心が折れそうになっていたその時、虹が出てます。
様だ。綺麗。山にこのような虹の光が出現する現象をブロッケン現象と言います。太陽光が背後から差し込み、影の側にある雲や霧によって光が散乱され、見る人の影の周りに虹のような光の輪が現れる現象。さまざまな条件が揃わないと見られない珍しい現象で、私も初めて見ました。日本では御来光と呼ばれ、五光を背負った阿弥陀如来様の出現と考えられてきました。背後に光輪が幾重にも輝いて五光が指している阿弥陀如来様が立山曼荼羅にも描かれていますが、これはブロッケン現象が元になっていると言われています。岩肌に眩しいほど輝く光は本当に神秘的で、立山の阿弥陀如来様が降臨されたと思えるような不思議な体験でした。全身に力がみなぎり、最後の力を振り絞ります。最後の登り、頑張る。太陽が迎えてくれてる。よいしょ。やったー、着しました。おはようございます。晴れてる。目的地はでも青山の神社、あそこまで行きます。誰もいない。シーズン中は山頂でご祈祷を受けられるのですが、頂上でのご祈祷は7月8日以降なんだ。そっかそっか。残念ながらご祈祷は受けられませんが、ここまで来れただけでも十分です。立山青山神社本宮。そしてもう一気に行きます。一気にこのまま登ります。よいしょ。シーズン中はこの参道も行列ができるほどだそうですが、この日は時間も早く、ご祈祷期間中でもなかったため、まだ他に誰もいません。山頂に一人で立てるなんて贅沢。それにしても酸素が薄くてなかなか呼吸が整いません。入り口。では今からお参り行ってきます。まるで天の極楽浄土へ続くかのような階段を一歩一歩踏みしめながら上がっていきます。剣岳が見えてる。まさかまだあれでもそうだよね。すごい。すごい。よいしょ。嬉しい。誰もいないところでお参りができる。よいしょ。よいしょ。来ました。来ました。はい、お山の頂上着きました。最後きつかった。
小山の頂上3003メートル。ここへのお参り、もう真っ先にさせていただきます。霊峰立山を神の山として奉祭する小山神社。今から約1300年前、第12代慶光天皇の後継、越中の国司佐伯の宿根有若卿の嫡男有頼公が開山したと伝わる立山信仰の中心的存在。神仏集合の時代には立山修験の源とされており、ご祭神にもその名残を感じることができます。小山神社は立山頂上峰本社、足倉中宮祈願殿、岩倉前立社壇の3社殿から成り立っています。海抜1万弱、3003メートルの立山の主峰小山の岩頭に鎮座する峰本社は、日本一行きにくい一宮とも言われています。確かに山頂に鎮座するお社は本宮であったり奥宮であることが多いので、山頂にご本社が鎮座しているというのはとても珍しいと言えますね。歩兵第7連隊登山記念の可否。バスもケーブルカーもない時代にこの山の頂に登った先人たちの苦労にも思いを馳せます。私もずっと憧れていた場所に今立っていること、本当に夢のようです。360度の大パノラマ。室堂までもずっと見下ろせます。三栗ヶ池も。こうして見るとまだまだ雪だらけですね。そしてお隣には剣岳。こんな間近で剣岳を見られるなんて感激です。剣岳に関してはいつかはなんて今の私にはとても言えません。でもアルピニストならいつかは制覇したい山。興味のある方はぜひ剣岳天の木読んでみてください。この小山の山頂からの景色を目に焼き付けて、いやー本当に晴れてくれただけでももう山の神様に感謝。そう大事なこと忘れてました。三角点、一等三角点ですよ。ダメじゃん、忘れてたら。あったはい。この三角点は小山山頂3003メートルの地点ではなく、山頂から南南西約70メートルの地点に設置されています。明治27年に選定され、その2年後に陸地測量手古田製作により埋標されました。現在の標石は昭和55年に新しく設置されたものだということです。緯度・経度を正確に測量するために設置されている三角点。登山者の多くはこの三角点にこのようにタッチして登頂の記念としています。さて参拝もさせていただいたので社務所へ。標高3000メートルにあるとは思えない立派な社務所です。開山中は神職の方も常駐しています。なので御朱印もお書き入れしてくださるのですが、今回御朱印帳は持参しなかったので書き置きを授かりました。7月から9月末までの3ヶ月しか授かれない貴重な御朱印です。今回の立山旅の大きなミッション、そして人生の大きな夢の一つが叶いました。行けそうならこの後大南寺山、富士の折り立てへと縦走も考えていましたが、だいぶ雲も上がってきてお天気も崩れる予報だったので、このまま降りることにしました。いつかまたここに来て今度こそご祈祷を受け、立山縦走にもチャレンジしたいと思います。絶対また来ると心に決めて、名残惜しいですがそろそろ下山です。では下山していきます。結構ね、下りがね怪我しやすいと思うので気をつけております。よいしょ。この景色、三栗ヶ池もくっきり見えてます。下りながらこの景色ずっと見られたらもう最高。
そしてもう一つ山の奇跡がまだ待ってました。ライチョウです。日本アルプスを中心とした高山地帯に生息する貴重な鳥、ライチョウ。国の天然記念物にも指定されている絶滅危惧種です。会いたくてもなかなか会えない、そんなライチョウにもこんな近くで会えるとは。これはメスのようです。ライチョウは晴れた日にはあまり姿を見せないということなので、今回難しいと思っていただけに嬉しかったです。さあ、絶景エリアまで降りてきました。下りは滑りそうだったのでチェーンスパイクを装着。それでも1回滑って転びました。室堂まで降りてきました。室堂という名前はこの建物から来ています。立山室堂は現存する中で日本最古・最高所の山小屋。古くから統廃者や修験者の宿坊として利用されてきました。平成7年に国の重要文化財に指定されています。現存する建物は加賀藩によって1726年に再建されたもの。再建されてからすでに290年以上。立山の長い歴史を感じさせますね。振り返ると立山がまだはっきり見えています。さっきまであんな高いところに自分が立っていたなんて、なんだか信じられません。はい、無事室堂に戻ってくることができました。立山小山神社登拝いかがでしたでしょうか。いやー、正直やっぱりかなりきつかったです。でもね、朝早く出たおかげもあって、なんとかお天気崩れる前に、登って降りてくることができました。最高のお天気に恵まれました。いや、素晴らしい景色もね眺めることができました。槍ヶ岳も見えましたし、剣岳、それからねライチョウにも会えました。いや、もうね、ご祈祷を受けたかったなとか、よく言えばまだあるんですけれども、もうそんなことよりも、もう本当にもうね、十分に山からのご褒美はいただけたなと、もう山の神様に感謝です。ありがとうございました。さて、この後室堂の方からですね、ちょっとね時間もまだあるので、三栗ヶ池温泉の方に立ち寄りまして、食べられるかどうかね時間次第だなと思ってたんですけれども、どうやらね行けそうなので、三栗ヶ池温泉のブルーベリーのソフトクリームを今から食べに行って、それでね立山小山、登拝動画、これでおしまいということにしたいと思います。いやー、本当に楽しかったです。最後に小山、三栗ヶ池温泉名物ブルーベリーのソフトクリーム。ソフトクリームに使用しているブルーベリーペーストは、なんとスタッフによる手作りという手の込んだ自家製ソフトクリームなんです。自然な甘さでブルーベリーの粒感も残っていて、最高に美味しかったです。下山後の体に染みました。ご覧のようにこの頃にはもう立山は雲の中です。さて、ライチョウ情報を知りたい方はこちら。ライチョウの目撃情報を収集されていて、ライチョウを見た場所などの報告をすると、このライチョウステッカーをもらえます。三栗ヶ池温泉の方でも目撃したので2枚もらいました。室堂のこちらの施設にもぜひ立ち寄ってみてくださいね。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。